今回の深掘りにようこそ。はい、よろしくお願いします。リスナーのあなた、今日はですね、いきなりものすごい数字からスタートしますよ。おっと、何でしょうか？心の準備はいいですか？34億ドル、そして21億ドル、さらには、5ビラワットです。うわー、どれも国家予算とか巨大なインフラ計画レベルの途方もない数字ですね。そうなんですよ。これ、アイリンっていう企業と、AI の王様、NVIDIA の間で動いてる数字なんです。はいはい。具体的に言うとですね、アイリンが NVIDIA と5年間で34億ドルの契約を結んだと。しかも、最大21億ドルの出資枠まで獲得してるんですよ。これ、1株70ドルで最大3000万株っていう規模らしくて。とんでもない規模感ですね、本当に。ですよね。そして彼らが野望として掲げているのが5ギガワットの電力を確保なんです。5ギガワットっていうと、大都市一つを丸ごと賄えるくらいの膨大な電力量ですよね。大都市一つ。AI の進化にはそれだけの物理的なエネルギーがもう不可欠になっているということですね。そこでちょっと私の頭に浮かんだ疑問なんですけど、はい。NVIDIA が巨額のお金を払う。いや、普通 5G の通信代ってこっちが毎月必死に払うのに、アイリンは5ギガワットの電力網を作って NVIDIA からお金をもらってる。私のスマホ代も NVIDIA が払ってくれないかな？確かに通信代みたいね。でしょ？でもこれはスマホの契約ではなく、世界中の AI を動かすための巨大な電力網と計算拠点を一手に引き受けるという全く違うスケールのお話なんです。スマホ代とはスケールが違いすぎましたね。そうなんですよ。AI を動かすための巨大なインフラか。それにしてもなぜ NVIDIA は数ある企業の中からアイリエンを選んだのか。はい、そこが重要です。これが今回の深掘りの最大のミッションですね。リスナーのあなたと一緒にこの巨大な提携の裏側にあるなぜを解き明かしていきたいと思います。すごくいい視点だと思います。この契約によって NVIDIA は IDN にとって単なる顧客ではなくなったんですよね。ほうというと？出資枠組みがあるということは、将来的に株主候補にもなりうるということなんです。株主ですか？つまり、両者はただの取引先を超えて、運命共同体になりつつあるんですよ。運命共同体。急にドラマチックな展開になってきましたね。そうですね。じゃあ、それが具体的にどう数字に表れているのか見ていきましょうか。はい。資料によると、アイリエンは2026年末までに ARR、これ年間実効収益ですよね。これを37億ドルにするっていう目標を掲げています。現在のペースで契約がどんどん積み上がれば、年間でそれだけの売り上げを生み出すベースができるという、かなり強力な指標ですね。年間37億ドルか。さらに驚きなのが RPO と呼ばれる残存履行義務。つまり、すでに決まっている将来の売り上げのことらしいんですけど、はいはい。これが 7.1 億ドルもあって、そのうち 3.08 億ドルは向こう12ヶ月以内に売り上げとして計上される予定だそうです。そうですね。直近の売上見通しが非常にクリアになっています。いや、ちょっと待って。12ヶ月先までの売り上げが約3億ドルって確定してるの？ほぼ確定に近いですね。我が家の冬の電気代なんて蓋を開けるまで全く予測不能で毎月震えてるのに不確実すぎる。それは家計の悩みね。いや本当に。でも、アイレンの場合は、NVIDIA という超大口顧客がいて、将来の話ではなく、近い四半期で確実に数字に現れる構造ができているのがすごいところなんです。はは、確かに。近い四半期で確実に数字になる。ねえ。電気代の請求書に怯える私の生活とは、次元が違いますね。そうですね。しかもこの確実性って、AI という分野に完全に舵を切ったからこそ生まれてるんですよね。その通りです。それを最も象徴する数字が AI クラウド部門の売上なんですよ。AI クラウド部門？はい。前年同期比でプラス 839%。800？なんと約 9.4 倍の3360万ドルへと劇的に急増しているんです。9.4 倍。ちょっと信じられない成長スピードですね。すごいですよね。でもリスナーのあなた、ここからが投資の怖いところであり、面白いところでもあるんですよ。はい。
売上がそれだけ爆発してるのに、同じ決算書に純損失2.48億ドルへ拡大って書かれているんです。そうなんです。そこが今回の決算の一番のポイントかもしれません。その赤字拡大の最大の要因が、ビットコインマイニング資産に対する、1.4 億ドルの巨額な減損計上なんですよね。はい、おっしゃる通りです。いやいや、ちょっと待って。売上が 9.4 倍になってるのに 1.4 億ドルもの大赤字を出してるの？そういう数字になりますね。それって週末の副業で9000円稼ぐために1億4000万円の家を叩き壊して材料にしてるようなもんじゃないの？極端すぎる。極端すぎる計算ね。違いますか？でも、家を壊すのではなく、過去の投資判断を見直し、既存資産の帳簿価値を下げてでも AI という新本業へ一気に経営資源を集中させる痛手なんですよ。なるほど。いや、ただ損をしたわけじゃなくて、未来への戦略的な損切りとかシフトってことですか？ええ、まさにそれです。はい。アイデアはもともとビットコインのマイニングを中心に事業を展開していたんですが、はいはい。AI の爆発的な需要を見て完全にピボット、つまり事業の軸足をも思い切って移したんです。完全にですね。その本気度を示すのがミランティスっていう企業の買収なんです。ミランティス、資料にもありましたね。はい。これによって650名もの強力なエンジニア集団を一気に手に入れたんですよ。650名のエンジニア。それってただ GPU という計算用のチップを置く場所貸しをやってるだけなら全く不要な人数ですよね。あ、その疑問素晴らしいです。そこがまさにアイレンの戦略の肝なんですよ。肝ですか？彼らは単なるハードウェアの箱貸しからソフトウェアの層まで自社でコントロールする垂直統合体へと進化しようとしてるんです。垂直統合体。だからこそミランティスの高度なソフトウェア技術力が必要だったんです。へえ。表面上の赤字だけを見てたらこの巨大な変革を見落としてしまうところでしたね。そうなんですよ。数字だけを追うと怖く見えますからね。リスナーのあなたもこういう数字の裏にあるストーリーを読む面白さ感じていただけてるんじゃないでしょうか。ええ。そして経営陣が本当に何を考えているのか。その本音は決算説明会での言葉の選び方に如実に現れるんです。言葉の変化ですね。はい。今回の説明会ではマイニングの話が完全に消滅して、そうですね。影も形もなくなりました。代わりにタイムトゥコンピュートとか6000万 GPUs っていう新しい語彙が飛び交わっていたそうですけど、これどういう意味ですか？タイムトゥコンピュートというのは直訳すると計算までの時間。つまり顧客がいかに早く AI の計算能力を使い始められるかというスピードの指標なんです。スピード。今 AI 業界では GPU というチップ自体はお金を出して確保できても、それを動かすための電力とか冷却設備が全然足りてなくて、なるほど。いや、そうなんですね。宝の持ち腐れになっているケースが多発しているんですよ。だからそこでイレンの電力インフラを自前で作る力が生きてくるわけですね。まさにその通りです。ただですね、アナリストたちとの Q&A セッションを見てると、経営陣が意図的に回答を濁しているような、ちょっとハラハラする場面もありましたよ。プロのアナリストたちは容赦なく急所をついてきますからね。ですよね。例えば、ゴールドマン・サックスからの GPU 単価と利益率に関する厳しい質問。これに対して経営陣は直接答えずに60メガワットの電力確保の話にすり替えてました。見事にかわしてましたね。さらにコントスポイントからの質問も鋭くて、スペインにある490メガワットの拠点はいつ稼働するのかってスケジュールの確約を図ったんですよね。はい、そこはみんな気になるところです。それに対して経営陣は設計と許可の最終段階ですとだけ答えて明確な時期を濁してます。これって私が上司にあの企画書どうなってるって聞かれてまだ白紙なのに頭の中では最終段階ですって答える言い訳と完全に一致してる。それはただのサボりね。いやバレましたか。でも欧州での大規模開発は規制が厳しく許可を置きやすいため、経営陣はスケジュールに余裕を持たせたくて意図的に明言を避けたと読めます。わあはは、なるほど。いや確かに厳しい規制とかインフラ整備にはどうしても自分たちでコントロールできない外部要因があるわけですね。そういうことです。白紙なわけじゃありませんよ。よかった。カナコードからのまだ契約されていない ARR5 億ドルの角度はっていう質問にもですね、アイドル、つまり稼働していない GPU はないって論点をずらして回答してますし、経営陣もかなり慎重に言葉を選んでるのが伝わってきますね。表向きの強気な姿勢の裏で実
行リスクに対しては非常に慎重にバッファーを設けている。アナリストの質問を通して、そうした経営陣のリアルな心理状態が透けて見えるのが面白いですよね。いやー、ドラマがありますね。はい。ではこの先どうなるのか、次の四半期に向けた仮説と私たちが見るべきポイントを整理していきましょうか。お願いします。まず大きなカタリスト、つまり株価などを動かすきっかけになりそうなのが、第3四半期に予定されているマイクロソフト向けのホライズン1の引き渡しです。これが予定通りに引き渡されれば、先ほどお話ししたタイムトゥコンピュートの確実性が証明されて、売上の急増に直結するはずなんです。かなり重要なマイルストーンですね。非常に重要です。そしてもう一つの注目ポイントが、設備投資、いわゆるキャペックスに関する動きです。はい。現在、AI 用の最新 GPU であるブラックウェル世代ですね。これが注目されていますが、ものすごい熱を持つチップですね。はい。資料によると、空冷式の GPU 需要がまだまだ継続しているため、高額な液冷式への投資を前倒しせずに済むかもしれない。とありますね。そこが大きなポイントなんです。空冷って、はぁはぁ息をして体温を下げる犬みたいだね。ブラックウェルって新しい印象を冷やしてるの？よしよし、ブラックウェル。犬種の話じゃないわ。違うんですか？でも、高額な水冷設備の雨雲を避け、既存の空冷式で対応できれば、投資負担を抑えて当面の収益拡大という晴れ間が見えるかもしれません。なるほど。いや、設備投資っていう雨雲を既存の技術でやり過ごすわけですね。そういうことです。それなら手元の資金も温存できますもんね。実際、手元資金については、ニュースレリース時の 22.1 億ドルから4月末には26億ドルへと回復してるっていうデータもありますし、その資金面の安心感に加えてですね、NVIDIA が持つ1株70ドルの新株予約権の存在が効いてくるんですよ。最初に出たやつですね。はい。これが60万機の GPU 導入と紐づいているため、アイレンにとっては資金調達のコストを大きく下げる強力な武器になるんです。NVIDIA の後ろ盾があるからこそ、そんな大胆な投資戦略が描けるんですね。そうなんです。さて、ここまで様々な数字や思惑を掘り下げてきましたが、いよいよ冒頭の問いに対する結論です。はい。なぜ AI の絶対王者である NVIDIA は、数ある企業の中からアイレンをパートナーに選んだのでしょうか？その答えは、ズバリ、垂直統合によるタイムトゥコンピュートの確実性です。確実性。単に GPU を買って並べるだけでなく、電力を確保し、データセンターを建設し、ミランティスの技術でソフトウェアの運用まで全て内製化している。この圧倒的なスピードと実行力こそが、NVIDIA が最も欲しかったものなんです。垂直統合って、下っ端が全部の作業をやって、上の人間が成果を独占する、うちの会社の縦割りピラミッド組織のことか？それは組織の愚痴ね。違いました？でも、ここでは、土地からソフトまで全て自社で完結させ、顧客に最速で計算能力を提供するという強固な城を築くようなビジネスモデルのことなんです。なるほど。つまり、外部の業者に頼らず、自分たちの城の中で全てを最速でコントロールできるからこそ、NVIDIA も安心して巨額の投資ができるわけですね。その通りです。やっとつながりました。ただ、現金が一時的に減少したことや、Q&L の不透明な回答からわかるように、この巨大な城を予定通りに築き上げる実行リスクは常に隣り合わせだということは忘れないでくださいね。そうですね。リスナーのあなた、今回の深掘りを通じて、ある一つの大きなテーマが見えてきたと思いませんか？何でしょう？ AI のソフトウェアとかチップがどれだけ魔法のように早く進化してもですね。それを動かすためには、結局広大な土地と莫大な電力っていうものすごく泥臭くて超物理的な制約に行き着くということなんです。まさにその通りですね。デジタルの極みであるはずの AI が実は最も物理的なリソースに依存している。不思議ですよね。この矛盾こそが現在の AI インフラ投資の最大のボトルネックであり、同時に最大のチャンスでもあるんです。チャンスか。実はですね、今回の決算の赤字拡大っていう表面的な数字だけ見てパニックになっていたの、投資を始めた頃の昔の私なんですけどね。なんと、そんな過去が。お恥ずかしいことに。でも、今日の深掘りのおかげで、赤字の裏にある未来への布石を読み解く力が私たちにも身についた気がしますよ。そう言っていただけると嬉しいです。リスナーのあなたも、次にニュースで巨額赤字とか大型提携を見かけたときは、
ぜひその裏にある物理的な制約と経営陣の本音を想像してみてくださいね。はい、きっと面白い発見があると思います。それでは、今回の深掘りはここまで。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。